ク IPS は、ビーコンを取り付けた人や物をフロアマップ上に表示したり、人の密集度をヒートマップとして表示したりすることができる、ファイルメーカープロ中級用の IPS アプリケーション開発テンプレートです。クイック IPS は PC はもちろん、その多くの機能を iPhone、iPad でも利用できます。クイック IPS は外部の屋内測位システムの位置データを使用して動作します。このため、屋内測位システムは別途ご用意ください。なお、このデモビデオでは、屋内測位システムに当社の TPC-IPS のベータ版を使用しています。TPC-IPS は2021年秋のリリースを予定しています。それでは、クイック IPS の基本機能をご紹介します。今回はデータベースに蓄積された過去のビーコンの位置データを使用して2種類のフロアマップとヒートマップ、エラーグラフの使用方法について説明します。過去のデータを使用するには、オペレーションモードでヒストリーを選択します。オペレーションモードには、ヒストリーモードの他に、現在の位置情報を表示するオートとマニュアルモードがありますが、これについては別の動画で説明します。現在、表示されている画面がスキャターフロアマップです。このファイルメーカーレイアウトには、あらかじめ用意しておいたフロアマップ画像が貼られていて、その上にファイルメーカーの散布図グラフを重ね、ビーコン位置を表示します。まず、タイムで表示対象とする時間帯を12桁のコードで指定します。ここでは、2021年4月21日13時41分23秒を開始日時として選択し、同日の17時22分6秒を終了日時として選択します。ご覧のように、フロアマップ上に多くの文字列が表示されました。この一つ一つがビーコン名とその ID です。このビーコンであれば、X 座標が1、Y 座標が7に位置することになります。この画面左上には時間が表示されますが、これは2021年4月21日13時41分23秒時点のビーコンの位置情報であることを示しています。先ほどヒストリーモードを選択しました。ヒストリーモードでは、ナビゲーションボタンにより時間を移動することができます。それでは、次へボタンをクリックします。同日の17時18分10秒に移動しました。このように、次へボタンをクリックするたびに次の時間に移動します。戻るボタンで一つ前の時間に、最後へボタンでタイムで指定した期間の最後の時間に、最初へボタンで最初の時間に戻ります。さて、このスキャターフロアマップはファイルメーカーの散布図機能を使用しているため簡単に作成ができますが、お気づきのようにビーコンを表示する文字が小さかったり、同一の座標近くにビーコンが複数あると、ビーコン名が重なってしまう点が問題です。これらを改良したのが次にご紹介するオブジェクトフロアマップです。それではサブメニューボタンから
オブジェクトフロアマップを選びます。オブジェクトフロアマップは、スポットアイコンおよびそのビーコン情報オブジェクトをフロアマップ上に配置したもので、ビーコン名を拡大・縮小したり、同一座標上の複数のビーコンを表示したり、条件別に色を分けて表示したりと、スキャターフロアマップに比べてより詳しく、より見やすい表示ができます。このビーコン情報オブジェクトに表示する内容は、フィールドに記された計算式を変更することによりカスタマイズもできます。実際に皆さんの職場でクイック IPS を使用する際は、事前にフロアマップを取り込み、スポットアイコンやビーコン情報オブジェクトをマップ上に配置する必要があります。このカスタマイズ方法については、本ビデオの概要欄にリンクを用意しておりますので、そちらをご覧ください。さて、現時点では、検出されたすべてのビーコンの位置が表示されています。スキャターフロアマップと同様、こちらのナビゲーションボタンを操作することにより、任意の時刻のビーコン位置が表示されます。さて、このようにビーコンが多数表示されていると、一見しただけでは目的のビーコンがどこに存在するのかがわかりません。そこで、目的のビーコンのみをオブジェクトフロアマップに表示させてみましょう。こちらのピッカーアイコンをクリックすると、ピッカーフローティングウィンドウが表示されます。このウィンドウで任意のビーコンを選択したり、時間を変更したりできます。現時点ではすべてのビーコンが選択された状態となっていますね。ここでこちらのNoneボタンをクリックすると、ビーコンの選択がすべて解除され、画面からもビーコンが消えます。次に、表示されているビーコンのリストから目的のビーコンをクリックして選択します。誤って選択した場合は、そのビーコンを再度クリックすると選択が解除されます。マップ上には選択した2つのビーコンのアイコンが表示されています。なお、時間の移動はナビゲーションボタンでもできますが、ピッカーフローティングウィンドウを使用すると、任意の時間をマウスクリックで選択することができます。次に、人の密集度を表示するヒートマップを見てみましょう。サブメニューボタンからヒートマップボタンを選択します。ヒートマップはビーコンの密集度を青、黄色、赤で色分けします。ビーコンが存在しない地点には何も表示されず、青、黄色、赤の順で密集度が高くなります。病院、施設、イベント会場などでビーコンを人に持たせ、ヒートマップを表示することにより密集状況が把握できます。ヒートマップ利用時もナビゲーションボタン、またはピッカーフローティングウィンドウで時間を選択できます。最後にエラーグラフについて説明します。サブメニューボタンをクリックしてエラーグラフボタンを選択します。エラーグラフは静止した状態のビーコンの実際の座標と即位座標との誤差を折れ線グラフで表示します。即位システムの技術担当者が即位の精度を調べる際に有用な機能です。このグラフにはタイム、
で指定した時間の範囲内で即位誤差が縦軸に表示されます。また、横軸にはスキャンを実行した時刻が表示されます。より詳しい誤差情報を確認するには、エラーサマリーボタンをクリックし、エラーサマリーフローティングウィンドウを表示します。このウィンドウでは、ビーコン別に即位誤差の平均値、最大値、最小値、標準誤差を表示し、さらに選択された全ビーコンの集計値を表示します。ビーコンは先ほど説明したピッカーボタンを使用し選択することができます。以上、過去の位置情報を使用するヒストリーモードについて説明しました。次回の動画では最新の位置情報を使用するオートモードとマニュアルモードについて説明します。